昔々、アメリカの南部の小さな丸太小屋に一人の赤ちゃんが生まれました。その子の名前はジョン・ヘンリー。生まれた瞬間から誰よりも大きな手を持っていました。お父さんとお母さんはこの子が特別な存在だと感じました。ジョン・ヘンリーはあっという間に大きく育ちました。並外れた力を持ち、誰も持ち上げられないような重い丸太を片手で軽々と運んでしまいます。でも彼はいつも優しく、みんなのために力を使いました。大人になったジョン・ヘンリーはチェサピーク&オハイオ鉄道の工事現場で働くことになりました。アパラチア山脈にトンネルを掘るというとても大変な仕事です。彼は巨大なハンマーを持ち、岩に穴を開けるスティールドライバーとして働きました。ジョン・ヘンリーはすぐに現場一番の名手になりました。両手に大きなハンマーを持ち、火花を散らしながら岩を砕いていきます。その姿を見た仲間たちは思わず歓声を上げました。ジョン・ヘンリーに勝てる者はいない。ある日、工事現場に見知らぬ男がやってきました。彼が連れてきたのは蒸気の力で岩を掘る機械、スティームドリルでした。この機械はどんな人間より早く掘れると男は自慢しました。工事現場の仲間たちは心配そうな顔をしました。ジョン・ヘンリーは静かに前に出ました。機械と勝負させてください。人間の力が機械に負けないことをみんなに見せたいと言いました。周りの仲間たちははっと息をのみました。こうして伝説の勝負が決まったのです。翌朝、ビッグベンドトンネルの前に大勢の人々が集まりました。片方にはシューシューと蒸気を上げる機械、もう片方にはジョン・ヘンリー。用意、始めの合図とともに伝説の勝負が幕を開けました。トンネルの中は蒸気と石の粉で真っ白になりました。ジョン・ヘンリーのハンマーは雷のような音を立て、岩を次々と砕いていきます。機械も負けじとうなり声を上げますが、ジョン・ヘンリーは一歩も引きませんでした。勝負が終わった時、ジョン・ヘンリーは機械より深く岩を掘り進んでいました。14フィート対9フィート、人間の勝利です。仲間たちは歓声を上げ、帽子を空高く投げました。ジョン・ヘンリーは本物の鉄の男だ。しかし、その偉大な勝負の後、ジョン・ヘンリーは静かに目を閉じました。あまりにも全力を尽くしたために、体が限界を超えてしまったのです。仲間たちは彼のそばに集まり、その手をそっと握りました。それからというもの、ジョン・ヘンリーの物語はアメリカ中に広まりました。夜になると、おじいさんたちが子供たちに語り聞かせました。ジョン・ヘンリーは機械に勝った本物の鉄の男だったんだよと。ジョン・ヘンリーの掘ったトンネルは今もアメリカに残っています。彼は歌になり、詩になり、アメリカ人の心の中で永遠に生き続けています。人間の力と誇りを信じたジョン・ヘンリーは永遠のヒーローです。